お、本当だ。すごいペアリングしてます。マジで。どうですか？これとこれ合ってる。美味しいでしょ。美味しい。はい、こんにちは、シェフのファビューです。今日はイワシのマリネを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。マイワシ、玉ねぎ、レーズン、松の実、ローリエ、白ワインビネガー、きび砂糖、塩、白胡椒、オリーブオイルです。はい、それでは今日は久々の魚料理ということで、イタリア料理の基礎が詰まったイワシと玉ねぎのマリネを作っていくんですけど、この料理は北イタリアのベネト州っていって、ベネチアがある州で作られる郷土料理で、サルデインサオールって言います。ちょっと難しい名前なんですけど、これは甘酸っぱい玉ねぎのマリネ地の中に揚げたイワシを漬け込んだような冷前菜です。今日はこの料理と合わせて地のワインのペアリングも一緒にしていくんですけど、実はこのワインは僕がイタリア時代にですね、よく飲んでいた思い出のスパークリングワインで、せっかくですね合わせるんで、今日最後に一緒に食べていきたいと思うので、久々にゲストをお呼びしています。ではお願いします。はい。イエーイ。こんにちは。こんにちは。僕の実の妹です。今日はお兄ちゃんが美味しい食べ物を作ってくれっていうんで来ました。はい、今日はですねちょっとおしゃれなイタリアの冷前菜を作っていきます。冷前菜で、それと合わせて地のペアリングってことでスパークリングワインと一緒に飲んでいくんですけど、イタリアだとこのスパークリングワインってみんなでこうワイワイ複数人で楽しみながらこう飲むような飲み物なんで、一緒に最後食べながら第三者の感想を聞きたいなと思って今日読みました。食レポ。はい。OK ですか？ OK。はい。で、妹にはまた最後に試食の時に登場していただきます。はい、それではまずはイワシの下処理からやっていきます。まずはイワシの頭を落として内臓を取り除いて、洗っていきます。魚はどうしても包丁でさばかなきゃいけないイメージあると思うんですけど、イワシの場合は手で開く方法でも全然大丈夫なので、早速これを手で開いていきます。で、開き方は本当に簡単で、親指をですね、この魚の身と身の間に中骨があって、それに沿わせるように親指を入れて、で肉がつかないように沿わせるようにするだけですね。で、今日は魚丸々でやってるんですけど、これは全然切り身とか冷凍のものでも全然大丈夫です。で、イワシはこれで下処理が終わったので、次に玉ねぎ切っていきます。で、今日の料理なんですけど、北イタリアのベネト州といったらもう代表的な前菜がこのサルデインサオールっていうイワシと玉ねぎのマリネなんですけど、この料理の一番の特徴はイワシの倍量の玉ねぎが入っているっていうことと、あとはレーズンと松の実も入っているような料理です。そんなこの料理と合わせるスパークリングワインなんですけど、同じベネト州で作られているチンザノプロセッコ DOC です。で、このワインの特徴はしっかりとした泡立ちはあるんですけど、フレッシュ感があって、青りんごの香りとかちょっと熟したような洋梨の香りとか白いお花系の香りがして、辛口のスパークリングワインです。で、この料理の甘酸っぱさに合わせてしっかりとキリッと冷やしてですね、でそれとスパークリングワインの酸がですね、酸と甘酸っぱさが同調して、僕が知ってる中で最高の組み合わせですね。それではまずはオリーブオイル加えて、で火をつけていって、でまずはこの大量に切った玉ねぎと、で最初に塩ですね、結構多めの塩、あとは一緒にですね甘い香りも出していきたいのでローリエ入ります。でこれからこの玉ねぎを炒めていくんですけど、ポイントは玉ねぎにあんまり焼き目をつけたくないので、塩今いっぱい入れたと思うんですけど、ちょっと蒸し焼きにしながら玉ねぎが透き通るまで炒めていく感じですね。で松の実が入っていくんですけど、これはですね軽く隣でいっておきます。で松の実はこれぐらいですね。で今弱火で玉ねぎを 4,5 分炒めたところなんですけど、ちょうど透き通ってきたぐらいの状態です。で玉ねぎは冷やした時にちょっとシャキッとした感じが好きな方はもうこの次の材料を入れていくんですけど、柔らかい感じが好きな方は
もう 4,5 分ですね、しっかり炒めてあげてから次の材料を入れていきます。で玉ねぎが炒まってきたので次レーズン入ります。でここでレーズンを加えて一緒に炒めていくんですけど、このレーズンがですね本当にワインのペアリングとか考える時に重要な役割を果たしていて、そもそもワインってブドウで作られるじゃないですか。なので必然的にレーズンが入るとその料理とワインの相性がぐっと縮まっていいペアリングになるんですよね。でレーズンの甘みが入って炒まってきました。そしたらこの炒めた香りを出した松の実で、この松の実もこの料理は酸が結構重要なウェイトを占めているので、コク出しとしてこの松の実が入るとですね、レーズンの甘みと松の実のコクがいい味を出すというような料理です。で松の実とレーズンが入ったので、ここでこの白ワインビネガー入ります。であとはきび砂糖、少量ですね。で今調味料が入ったところで一回この沸かして、軽くこの水分がなくなってくるまで、弱火でですねちょっとコトコト 5,6 分炊いていきます。そもそもチンザノは1757年に創業されていて、260年以上ある歴史あるイタリアのブランドの一つです。でスパークリングワインの初めてイタリアで作った一つと言われています。19世紀の初め、フランスのシャンパンがやっぱり絶大な人気があったんですね。でイタリアのベルモットっていうお酒で成功を収めていたチンザノ家が、イタリア王家のサボイア家からそのお酒作りのノウハウを生かしてイタリアのスパークリングワインを作っていただけないかということで命じられたのが初めと言われています。はい、それでは今 5,6 分煮ていったんですけど、先ほどより汁気が完全になくなった状態になりました。そうしたらここまでいったら容器に移していきます。で傾けると汁気が残っている状態なんですけど、玉ねぎで鳴らすと汁気が隠れるぐらいの量が適量です。でこの状態で玉ねぎのマリネ地の粗熱を取っていきます。でこれから魚揚げていくんですけど、今日は揚げる直前に塩、あとは白胡椒、あとはこの塩コショウしたものを、粉に入れてもう揚げるだけです。そんなに難しく考えることなくて、でこれをもう粉をまぶしてで揚げていきます。でこれは180度ぐらいで、カラッとこんがりになるまでしっかり揚げていくんですけど、これがですね香ばしく揚げてあげるのがポイントで、その魚の香ばしさにこのスパークリングワインの酵母の風味がですねすごく相まって相性がいいので、カラッと揚げます。で今数分揚げた状態なんですけど、魚自体がすごく薄くても火も入りやすいので、軽く色がつけば OK です。で今魚が揚がったので、この魚をあとはこのマリネ地に入れてって、この玉ねぎのベースで蓋をしてあげる。でこの玉ねぎに使ったので、あとは浸からせるためには軽く落としラップをしてあげる。そうするとより玉ねぎのこの液がイワシに浸透するので、この状態でもう冷蔵庫で冷やして食べていくんですけど、浸かり具合はですね本当にお好みです。もうこの状態でも今美味しい状態なので食べられます。あとは半日つけていくのか1日なのか、つけていっても美味しいですし、この状態で盛り付けに入っていきます。はい、じゃあいただきます。いただきます。じゃあ乾杯しますか。OK、トモ誕生日ね。ちょうどよかったね。はい、乾杯。甘い。おいしい。飲みやすいでしょ。飲みやすい。これ飲みやすい。
の順番で食べたらいいで一緒に一緒に全部食べて。全部一緒にうん、思ったより酸っぱくなでしょ？い。どビネガーの匂いがすごかったからう？うん。酸っぱいかなって思ってたんだけど、うん。すごい合う。美味しいですか？おいしい。魚料理好きだから嬉しい。おお、そうなんだ。よかった。マジで美味しい。本当に美味しい。レーズンと松の実も一緒に食べてみてね。レーズンさめっちゃ好きなんだよね。うん。あ、そうなんだ。なんか組み合わせがさ、うん。大人な組み合わせだったからさ、大丈夫かなと思ったんだけど。マッチしてる。美味しいでしょ？うまいうまい。お、本当だ。すごい。ペアリングしてます。マジで。どうですか？これとこれ合ってる。美味しいでしょ？素人の感想だけど、これとこれすごい合ってる。まあこのスパークリングワインっていろんな料理とすごく相性がいいから、まあスーパーに行ってなんか惣菜とか、で惣菜もいろんな料理本当に相性がよくって、まあ揚げた今日のような揚げた南蛮漬けみたいな魚だったりとか、あとは基本的な揚げ物系とか、あとはお菓子の、トルティーヤチップスとかしてる？あ、トルティーヤ？うん、そう。あれとかも食前酒に飲むものだから一緒に合わせると本当に相性が良かった。そう美味しいんだよね。あとはほら焼き鳥とか売ってるじゃん、スーパーに。あれの塩味の焼き鳥とかとすごく相性がいいから。そうなの？うん。よかったら。面白い。そう。だからこのチンザンノと一緒にスーパーに行ったらたくさん合うものあるからやってみてね。であとはこのチンザンノはアスティって言って甘口のデザートワインも出してるんですけど、このワインは基本的にデザートと一緒に組み合わせるっていうような、まあ、組み合わせが多いんですけど、前の動画で妹も一緒に出てるんですけど、ティラミスのいちごのティラミスの動画をやったんですけど、それと合わせても最高に美味しいですね。いいね。うん。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまです。どうでした？すっごい美味しかった。ありがとう。よかった。で今日の前菜なんですけど、もう北イタリアを代表するような前菜の一つになっているので、このチンザノと合わせてぜひ作ってみてください。どうもやってみます。ぜひ頑張ります。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。じゃあねー。